皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日は BMW の3シリーズセダンをご紹介していきたいと思います。このお車は人気の高い3シリーズセダンの中でも最上位に位置するモデルで、基本ベースは同じものの唯一の3リッター直6ターボモデルと最上級にふさわしい完成度の高い、そんなお車となっています。最上級だからといって過度な表現をしない佇まいも美しく、 BMW らしい走る喜びという言葉がぴったりな素晴らしい作りになっているので、最後まで一緒に詳しく見ていただけたら嬉しいです。それでは早速スタートです。今回ご紹介するグレードは M340iX ドライブという3シリーズセダン最上級モデルとなります。全長 4720mm、全幅 1825mm、全高 1445mm、燃費は 11.7kg です。このモデルはなんとお値段999万円と、私のチャンネル史上一番お値段がお高い車になるんですが、この取り回しのしやすい車格にスポーツカーにも負けないハイスペックなエンジンといい、これはすごく魅力が詰まっていますよね。エンジンをかけた瞬間に湧き立たせてくれる高揚感や、これこそ BMW だよねと思わせてくれる全てが最高峰の仕上がりになっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、 BMW を象徴するキドニーグリルに薄型のヘッドライトといい、とても美しくてかっこいい、そんなフロントマスクとなっています。このグリル部分は一見どのモデルも共通の縦フィン形状と思いきや、なんとまるで宝石が線を描いているかのような特別なデザインに仕上げられ、この高級感と力強さが際立ったデザイン、特別な存在感を感じられます。またここのヘッドライトはレーザーライトという LED ヘッドライトのさらに上の最長 500m 先まで光を飛ばすことができ、レーザーライトの証でもあるこのブルーのアクセントといい、ほんと技術の凄さを感じますよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、このまさに走りに絶対の自信を持っているような雰囲気、すごくかっこいいですよね。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで、ロングノーズにクーペスタイル、大型のアルミホイールといい、とても美しさが際立つかっこいいサイドフォルムとなっています。この部分には M スポーツの証でもあるおしゃれなプレートが備わり、このさりげない見せ方、ほんとセンスを感じます。タイヤは19インチです。この大型アルミホイールに真っ赤なブレーキキャリパー、これはカスタム要素も際立っていて、とてもかっこいいですよね。給油口は右側についていて、押すと開くタイプとなっています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで、存在感のある L 字のテールライトに2本出しのマフラーといい、高級感とスポーティー要素を融合させたかっこいいリアスタイルとなっています。ここには M340i と X ドライブの文字が備わり、この知る人のみが知るラスボス感、これこそ最上級の佇まいですよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、このテールライトの存在感もすごくかっこいいですよね。ウインカーも長さがあり、視認性も良く、本当どこから見ても美しい姿には惚れ惚れしちゃいますよね。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じで、高級感と先進装備を兼ね備えた上質で大人っぽい、そんなデザインとなっています。インパネの利回りは運転席側に少し角度が向いているなど、ドライバーが最高の走りを楽しめるようにセッティングされた素晴らしい作りになっているので、詳しくその内容を見ていきましょう。まずシートですが、本日お借りしたお車は深みのあるブルーとブラックの贅沢なスポーツレザーとなっています。シートに座った感じもフィット感が感じられ、程よい硬さがあり、とても運転がしやすい印象です。シート調整は運転席助手席ともに電動で調整することができ、腰が当たる部分を上下前後にできたり、サイドの部分も調整することができます。またびっくりしたのが、シートの座面をこのように伸ばすこともでき、どんな体格の方にも最高のポジションを取れるという細かな作りは、すごく画期的な発想だなと感じました。そしてアクセルペダルは踏み加減が調整しやすいオルガン式が採用され、センターコンソールに集約された高級感漂うデザインや
エンジンをかけた瞬間の気持ちのいいサウンドといい、ドライバーの気持ちを高めてくれるセンスはほんと素晴らしいですよね。ナビは 10.25 インチの横長のものが装備され、このナビはタッチでも手元にあるコントローラーでも操作することが可能です。ナビの下にはハザードランプと、その横にはインテリジェントセーフティーのボタンがついていて、ドライバーの視覚から接近する車や歩行者を検知して知らせてくれる機能がついています。メーターは 12.3 インチのフル液晶メーターが採用され、左側がスピードメーター、右側がタコメーターと中央に向かって針が走るとてもかっこいいデザインとなっています。シフト操作もとてもしやすく、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。マニュアル走行ももちろんでき、パーキングはボタン式とシフトの操作性、高さ加減といい、本当扱いやすいなという印象を受けました。そしてハンドルを握って驚いたんですが、今まで車紹介をしてきたどの車よりも一番グリップが太いものが採用され、こういう本格的なスポーツ仕様というのは所有感にも強くつながりそうですよね。もちろん大きなエンジンを積んでいても、電動パーキングブレーキやオートホールドという最新装備もしっかり備わり、本格的なスポーツモデルだけど扱いやすい車でもあるという軸をしっかり持っているのは、本当このお車の最大の魅力ポイントでもあるなと感じています。他にも走行切り替えのボタンや、ここにはドリンクホルダーと USB、さらに置くだけ充電も備わっています。車内を彩るアンビエントライトも11種類から選ぶことができます。議場にはこのようにかなり大きめのルームライトがついていて、ふわっと光る演出やまるで羽のような美しい造形がラグジュアリーな印象です。それでは次に気になる後席を見ていきましょう。後席はこのような感じで、こちらも前の席同様レザー仕様のスポーツシートが採用されています。シートに座った感じもとてもよく、足元空間、頭上空間ともにとても広く、これはすごく快適です。また中央には後席専用のエアコン操作パネルが設置され、前の席と独立して温度調整ができるというのはすごく魅力的ですよね。ここには USB が2口と、シート中央にはドリンクホルダー付きのアームレストも備わり、FR 車ということもあり、センタートンネルは大きいものの、間違いなく後席に座る2人は快適なひとときを過ごせる空間だなと感じました。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。ラゲッジはキックセンサーでもボタンでもどちらでも開けられるようになっています。室内はこのような感じで、車格以上に広々としたとても広い荷室空間となっています。さらにここの手前にあるレバーを引くことでロックが解除され、一度前に行って倒す手間はありますが、このように後席を倒すこともでき、さらに広い荷室空間を作ることも可能です。それでは最後に3リッター直力ターボを搭載したこのお車を走らせていただけたので、率直な走行インプレッションもお届けできればと思います。どうぞ。まずこの車内にも届くアクティブなサウンドに、この BMW の先進的な音、すごく高まりますよね。そして早速走り出したんですが、皆さんアクセルを踏んだ瞬間に感じましたが、これはやばいです。スペックやエンジン音を聞いただけでもただものではない感じはしていたんですが、アクセルを踏むと走りたくてうずうずしているのが伝わってくるほど、ちょっと踏んだだけでも前に前にと気持ちよく進んでいきます。スポーツカーに乗っていたらこの感覚はアイポイントの高さだったり周りの振動などで理解ができるかなと思うんですが、このお車のすごいなと思うところは、車内に振動がそれほど伝わってこないというところでした。アクセルを踏んだ時の音は心地よい具合に耳に伝わってくるんですが、音の元となる振動が車内にそれほど響かないというのは本当不思議な感覚でした。で、少し踏み込ませてもらったんですが、いきますよ。もうこれは分かっていたんですが、気持ちがいいの一言ですね。あまりこのようなお車に慣れていないので、ちょっと怖いくらいの感覚でもありました。やっぱりこの踏み込んだ時のダイレクトに伸びる加速力もそうですが、スポーツカーすぎない品のあるデザインの車がスポーツカーを超えるような走りをするというのはすごく夢があるなと思いますし、走っていて感じましたが、一定層のファンがつくというのもわかるなと感じました。価格からしたら約1000万円、
と私には到底買うことができないお車なんですが、販売するということはそれだけこの車を求めているお客さんがいらっしゃるのも事実だと思いますし、この羊の皮をかぶった狼ではないですけど、こういうギャップ的な美学を持ったお車は魅力的に見えるのもすごく納得しました。それにしても本当思いのまま走れるというのはこのことかと思うほど、コーナーの時もブレることなく綺麗に走行をしてくれます。段差などはしっかりショックを吸収してくれるというのも感じましたが、全体的に乗り心地は固めだなという印象もありました。アクセルも固めでブレーキも固めで、個人的にブレーキをかけるときにちょっと感覚を捉えるのが難しくて、最初何度もガックンガックンとブレーキをかけてしまっていました。他にもいろいろと走行モードを切り替えて走行もしてみましたが、本当に同じ車なのかなというぐらい走りの性格も変わり、気分によって走りを変えられるというのはすごくいいですよね。ちなみにこちらのお車にはハンズオフ機能付き渋滞運転支援機能も搭載されていて、スイスイと自分で走る時も快適、疲れた時や渋滞時でも機械に任せて快適となると、ドライブの相棒としてとても最適なんじゃないかなと感じました。そしてこれは余談になるんですが、正直こんな高い車そうそう会うことないだろうなと思っていたら、先日斜め前をこの白いお車が信号待ちをしていて、改めてやっぱり需要はあるし、覚えとくと BMW って面白いなと感じる場面がありました。いかがでしたか？本日は走りも含めてのご紹介ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。ということで BMW3 シリーズのセダン M340iX ドライブをご紹介しましたが、皆さん人気の3シリーズにこんなお車があるというのをご存知でしたか？私自身こういうご縁をいただいて初めて3シリーズに触れたんですが、こちらのお車に限らず3シリーズが売れているというのがとっても納得できるような内外装でしたし、こういう日本車にはない発想や突き抜けた世界観が面白いんだなと思えるような、そんな1台でした。実際に BMW3 シリーズに乗られている方の感想や動画の感想など、ぜひコメント欄に書いていってくださると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンを押していただけますと動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 OK BMW。 寒い。温度を上げてシートヒーターをオンにします。すぐにこれまでより快適になります。すご。 OK BMW。 友達になって。どこへ向かいますか？東京ディズニーランド。 OK 東京ディズニーランドを選択しました。登録番号をどうぞ。1番。登録が選択されました。ルート案内を開始しますか？いいえ。わかりました。OK BMW。 癒されたい。もう一度繰り返してください。癒されたい。もう一度お試し。ダメだ。今日の天気は？これは現在地の天気です。